皆さん、こんにちは。日本語レオです。ということで、今回お話ししていくのは、日本の大手出版社3選、このテーマについてお話ししていきたいなと思います。皆さん、漫画だったりとかアニメ、いろんな作品見られてると思います。ワンピース、ナルト、ドラゴンボール、早々のフリーレンとか、進撃の巨人とか、たくさんのコンテンツ、面白い作品ってありますよね。僕ももう本当に大好きな作品多いんですけど、その本っていうのは大きく分かれて、この3つ大手の出版社。大手っていうのはすごく大きいという意味ですね。大きいこの出版社で作られている漫画っていうのが多いんですよね。そう。誰かが作った作品とかではなくって、特定のそういうような会社でできた漫画からアニメ作ってみましょうということで実際にアニメ化されていく。アニメになることをアニメ化っていう風に言うんですけど、そういう道を通るんです。なので、今回の動画では、その大手出版社3選ということで、3つ紹介させていただきます。で、この出版社っていうのは、例えばワンピースとかナルト、ドラゴンボールみたいなところを作ったところもありますし、あとは進撃の巨人をね、作り出した、そういう出版社。あとは早々のフリーレンとか、メンターテンコナンとか、ご存知ですか？そういうような作品を出版している。大手のね、3つの出版社っていうのを紹介させていただきます。この動画を見ることによって、実際にその出版って何なのっていうようなところから、代表的な出版社、そしてそれの雑誌っていうのがあるんですね。雑誌についてお話しさせていただきますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。日本の文化、日本の漫画について学んでみましょう。行きましょう。はい、というわけでね、まず、出版社って何ですかっていうところだと思うんです。簡単に説明します。出版社っていうのは、本や雑誌を作る会社のことですね。で、その本を作るにあたって、どういうもの作りますかね？どういったものを作れば、いろんな人に見てもらえるような漫画になるかなっていうのを考える企画というところ。そして、それを実際に書いてみましょう。チームを組んで漫画を作ります。漫画家さんとアシスタントさんでチームにね、なって実際に漫画を作っていきましょうっていう制作の部分。そして実際に漫画ができました。実際にそれを売ります。それはコンビニで売ることもあれば、今ではインターネットみたいなね、アプリとかで売るようなこともありますけど、そういう販売促進っていうこの3つ。これをまるっとやってるのがこの出版社ですね。で、先ほどお話しさせていただいたように、アニメっていうのは、多くの場合、原作というものがあります。例えば、早々のフリーレンっていうアニメがありますね。こちらはもともと今回紹介する小学館の週刊少年サンデーから出ている、漫画、雑誌から出てる漫画だったんですね。で、それを原作だったりとかするし、ワンピースとかも、集英社っていうところから出てる、週刊少年ジャンプっていう雑誌から出てる漫画からの作品だったりとかするので、多くの場合は、そういう風に漫画からアニメにってなってるところが多いんです。それだけじゃないでしょって詳しい方、おっしゃると思うんですが、その通りです。アニメっていうのは、漫画が原作のもの。そして、ライトノベルが原作のもの。そして、アニメオリジナルのものっていう風に、3つ分かれてるんですけど、ライトノベルというところで言うと、オーバーロードとか、あとは、ようこそ実力至上主義の教室へとか、ソードアートオンラインとか結構有名ですね。そういうようなところっていうのは、原作はライトノベルだったりとかしますね。もっと言うならば、アニメオリジナルっていうのもあります。A1 ピクチャーズから出てるリコリスリコイルって作品があります。これは2022年ぐらいにあったアニメだったと思いますけど、こちらもアニメ原作だったりとかしますね。ただ、やっぱメインでは漫画から
アニメになっているっていうようなところがやっぱ多いので、今回はね、その3大の出版社っていうのを紹介させてもらいます。なんか漫画についてもっと学んでみたい。漫画作る人ってどんな感じって思った方は、ぜひね、僕が最近見た、ルックバックっていうね、映画があります。こちらは、集英社から出てるね、漫画ではあるんですけど、こちらも見てみるといいかもしれません。はい、というわけでね、大手三大出版社についてお話しさせていただきましょう。一つ目いきます。集英社です。はい。集英社っていうのは、誰でも知ってる漫画がそこにある。それが集英社です。はい。例えばですけど、ワンピース、ナルト、ドラゴンボール、僕のヒーローアカデミアとか、呪術廻戦、鬼滅の刃。もう皆さん知ってるでしょ。アニメ好きな人だったら絶対知ってるでしょっていう作品があるのがこの集英社なんですね。集英社が出してるのは、週刊少年ジャンプだったりとか、ジャンプ SQ、最強ジャンプみたいなね、漫画雑誌っていうのがあるんですけど、そこからも出てますし、その漫画雑誌で人気があるっていうような作品っていうのは、実際に単行本っていう形で、その漫画だけの本っていうのが作られているよっていうのがあります。はい。すごく、有名っていうか人気ですよね。はい。次行きましょうか。次はね、講談社ってところですね。僕は講談社から出てるアニメも結構好きです。山田くんと7人の魔女とか、進撃の巨人、東京リベンジャーズみたいなところもあるんですけど、楽しめるようなアニメが結構多いイメージがありますね。それはすごくおすすめなところではあります。で週刊少年マガジンとかっていうようなね、雑誌とかもあったりとかしますので、そういうところも結構、良かったりとかしますね。あとね、3つ目は小学館ですね。大手出版社の3つ目が小学館なんですけど、僕的に一番思い入れがあるのは小学館ですね。僕は小学校の時にコロコロコミックっていうね、月刊だったかな月刊の雑誌があるんですけど、これはすごくおすすめっていうかお世話になりました。はい。コロコロコミック10月号は、みたいな感じでね。よく僕が見てたアニメの CM とかでよく出るんですよ。コロコロコミックって。そういうのにね、お世話になりましたね。結構ゲーム系のね、その漫画も入ってるんですけど、その中にゲームみたいなのも紹介されている。任天堂のゲームとか、っていうのも、その漫画雑誌の中にね、特集という形で組み込まれていたりとかして、書かれてたりとかしてたので、よくそういうのを見てね、別のね、雑誌として、週刊少年サンデーっていうのがあって、そこからはね、早々のフリーレンみたいな、そういう作品っていうのも実際に生まれているっていう。そういうのがね、出版社の業界になってます。はい。その他にも、角川って呼ばれるような、出版社も大きいところではあるんですけど、今回は省かせてもらいました。大体ね、この大手出版社から実際にアニメ化されているんですけど、最近は Webtoon って言って、今年やってたよね、確かね。俺だけレベルアップな件っていう、作品があって、こちらは韓国の Webtoon っていうところから実際にアニメ化されたっていうような作品もあったりとかしますし、日本の作品ではないんだけど、例えばだから中国の作品なんだけど、実際に日本でアニメ化決定しました、みたいなアニメっていうのも実際あったりとかします。ただ、皆さんがご存知だったりとか、すごくなんていうか、いわゆる大ヒットみたいな、もう誰でも知ってるよ、この作品っていうのは、割とこの3つの大手出版社から出ているようなことっていうのも結構多いので、実際に漫画を読んでから、この作品次アニメ化来るんじゃないかなとか、そういうことをしたい方はぜひね、雑誌から入る。漫画雑誌から読んでみて、実際に漫画の単行本を読んでみる。そこで、実際に、この作品めちゃめちゃ面白いから、これ絶対1年後アニメ化来るでしょ、みたいな。そういう風にね、思ってもらえるとすごく面白いんじゃないかなと思います。というわけで今回は大手出版社3つってことで、ご紹介させていただきました。ぜひね、日本語を学ぶっていうようなところもそうですし、漫画好きのね、友達と一緒にぜひこういうのを見ていただけるといいのかなというふうに思います。ということでありがとうございました。バイバイ。